はい、お牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は、クリスマスから年末年始のこのお休みの期間の恋愛運と、あと出会いを求めている方には来年の2月末ぐらいまでの恋愛運、出会いがあるかどうかを見てみますね。よろしくお願いします。パートナーがいらっしゃる方はそのパートナーのことを思い浮かべて、片思いでもいいですし、その関係性をどのようにしたらうまくいくかなっていう感じで見てください。で、全く今その気になる人もいません、でも出会いが欲しいですっていう方は、この年末年始だけじゃなくて、少し長めの期間で2月末までの期間で出会いがあるかどうかを見ています。はい。このラブメッセージちょっと1月2月ちょっと撮影ができないので、今回で少しだけねお休みになります。いきましょう。まずパートナーとの関係性でいきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド3逆、ちょっと後で解説します。なるほど。今の2人の関係性はって言われた時に出ているのがこのワンドの3の、カードなので、ワンド3っていうのは非常にお互いに未来を見ているとか、お互いのエネルギーがうまく絡み合うことによってお互いに前進していく力になっていくみたいな感じでね、非常に前向きな関わりができているっていう感じがします。ただちょっと思うのは、今とても仲がいいよねとか、今とってもこの関係楽しいなっていう形で今というこの状態にとどまるというよりは、なんだか今よりもその先のことにお互いに意識が向いているっていう感じがして、今はもちろん仲いい、うまくいってるから、だからこの先はこうなって、この先はこうする方がいいのかな、ああする方がいいのかなみたいな感じで、2人とも少し未来のことを考え過ぎているかもしれませんね。全然今も楽しんでくださいっていう感じです。そしてなんとなくお牛座の皆さんはこの関係を良くするためには定期収入が必要というか、きちんと稼いできちんと安定した収入を得て何かをやっていかなきゃいけないっていう感じがありますね。でも相手の方はそこまでお金のことには執着してなくて、どちらかというと自分の感情や状態、精神的なメンタルな状態がいいか悪いかみたいなのを一生懸命、平常を保とうとしているっていうか、いい状態に保とうとしているっていう感じです。それに一生懸命っていう感じかな。大事にされてるっていうことも分かるけど、たまに不安になるみたいな、それ恋愛のね醍醐味ではありますが、そういう感じで感情的に嬉しいのか心配事なのか、好きだからこそのやきもちなのかということで感情が非常に揺れてますね。でも大下さんはその感情的なものはもう安定してるから、しっかりと利益を出していきたいとか、しっかりと何か生活の基盤となるものをきちんと守っていきたいんだっていう感じがありますね。でそして先ほど言ったその2人とも未来のこと見てませんかっていうのがあって、特にその相手の方がこれから先どうするみたいな、そういう決め事をしたくなってるのかなって感じがするんです。別に今決めなくてもいいことだけど、2年後とか3年後ぐらいの方向性を決めておきたいみたいな感じかな。そんな先のことって思うでしょうけど、そんな先のことを方向性だけは決めておきたいんだ、でもそれに対して相手の人もまだ決断できてないんだみたいな感じがあり、そんな先の話をされることが少し大下さんからしたらそれがプレッシャーに感じるみたいな感じですかね。ここでワンドの6の逆が出ていて、今一生懸命やっているのに今のことを豊かに思うとか、今のことを楽しむというよりも将来的なことを言われたらもっと頑張らなきゃいけないのかなとか、もっとこうしなきゃいけないのかっていうような感じに受けて、せっかくのその感情をシェアするとか感覚を喜び合うみたいな感じはあんまりないんですよね。だからとてもうまくいってるし進んでるんだけども、お互いにやることばっかりとかこなすことばっかりに意識が向きがちで、その感情的な喜びっていうものをもうちょっとゆっくり味わうことがあってもいいんじゃないかなって思いました。
でもなんか相手は将来の保証みたいな感じでこのまま育っていくんだろうかとか、どんな可能性があるんだろうかって本当先のことばっかり見てるって感じがするんですね。これ相手の人の方がその傾向があると思います。そうね、ちょっと、何をそんなに心配してるのか見てみるね。まず相手の人から。正しい道、正しい方向や正しい方法は何だろうっていうことを非常に気にしてる感じがしますね。どの道でも正しくなるんですけどね、自分次第で。相手の人は罠、なんか変にルールを決めたりとか、この人とうまくやっていくためにはこうしなきゃいけないんだって決めることによって、なんかどんどん自分を枠の中に狭めているとか、自分が自由にする機会を奪っていってるみたいな感じですね。だからこそ将来の自由さとか保証みたいなのを知って安心したいみたいな感じ。大下さんはっていうと、大下さんは情欲っていうのが出てて、もっと感覚楽しみたいって思ってますね。だったら楽しんだらいいじゃないですかって感じがするけど、なんかそれを本当はもっとこうしたいんだとか、本当はもっとこんなことしてみたいとかって自分の中の欲を相手に伝えることを恐れている。なんか、批判されたくないとか、変な人だと思われたくないとかっていう形でやっぱいい人でいたいのかなって感じがします。もっと人間的な欲っていうものを正直に相手に伝えてもいいんじゃないですか。どうしたらいいのかな。ちょっと対策見てみますね、カードでも。真実というカードが出ていますが、もう真実を言いましょうって感じかな。自分の中の素直な気持ち、もう自分の中にとっての正直な誠実な思いっていうものを相手に見せましょうって感じ。こうしたらああかな、ああしたらこうかなとかではなくね。ちょっとこれからの可能性ですが、一応カードが言われているのは運命の輪のカップの8っていうのが出ていて、また時が来ればね、この関係性っていかようにでも変わっていくんですよと、それぞれの状況に応じて。だから今というこの2人がいるこの状況をもう少し楽しんでいいんだよっていう形で言われてる気がしました。じゃあ将来こうしようねって決めていたとしても、1年後のお互いの状況によってはそうじゃない方がベストっていうこともあるかもしれないのでね。そして気持ちも感情も基本的には変わっていくものですと。それは自分の気持ちだって自分の体調だって変わるわけだから、その都度その都度その瞬間を一緒に楽しめばいいわけで、なんだかこうすれば継続できるとか、こうすれば続くみたいな、そういった意識っていうものがちょっと出過ぎているかもしれませんね。カップの5ということで、そんなにこの年末年始に関しては別にそんな大きな喧嘩するわけでもないし、いいんですけど、なんとなく大下さんはね、なんとなくちょっと残念みたいな感じがありますね。それ相手の方がなんか自分の予定を取るのか、大下さんとの過ごす時間を取るのかっていうのをちょっと選びそうな感じがあって、じゃあ今はちょっと自分の時間を選びますみたいになった時に少し残念みたいな感じがあるかもしれませんね。でもそれもそれで、じゃあ無理やり一緒に過ごすのではなく、残念だよっていう気持ちを伝えるとか、自分は無理だけど自分は一緒に過ごしたかったよっていう気持ちを伝えるとかっていう、自分の素直な真実な思いを伝えるといいのかなって思いました。なぜ2人とも向かってるからどこかには向かってますからね。そしてなんか恋に落ちるっていうカードが出てるので、やっぱりその多少のそのすれ違いや何かがあったとしても、非常にやっぱりここでもね、機会を得る、時期を得るっていうカードが出てるんですよね。でここでもタイミングっていうカードが出ているので、やはり時が来ればまたすごく盛り上がるんですよね。なんかだから本当に会えない時間がよりお互いを盛り上がらせるみたいな感じもあるので、年末年始に関してはそれぞれがそれぞれに過ごしてもいいのかなって感じがします。ただ真実を伝えるとか、正直な気持ちを表現するっていうことを忘れないでください。パートナーがいらっしゃる方に関してはこんな感じですね。ちょっとじゃあ次に、これから出会いを求めてらっしゃる方のことを見てみたいと思います。出会いは年末年始に限らず少し長い期間でね見ますね。
来年の2月末ぐらいまで。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。新しい出会いあるかな。ワンドのエース、ペンタクスエース逆、ワンド7、カップ5、ペンタクス7、ストレングス逆、そしてデビル逆、ソード9逆とペンタクスキング逆とオラクルはソードのキング逆ですね。キングというとキング2枚出てきてますね。新しい出会いありますかって言われるとなくはないって感じがします。で、出会い求めるぞ心機一転みたいな、そういう思いもあるんですけども、思いもあるし、今何か誰かを大事にしたいとか、新しい出会いがあることで自分の中の愛情を復活させたいとか、自分の力っていうものをもう一度確かめたいみたいな感じがありますね。ただ今恋愛っていうので見てますけど、なんとなくやっぱ仕事とか自分が生きていく環境が落ち着かない限りは恋愛楽しめませんみたいな感じがあるんですよね。そして非常に来年2月ぐらいまでっていうか、何か状況がね変わりそうな感じもあって、変わりそうな感じというよりもね、あれなんです。今ある環境の中で自分より目上な方とか上司とかちょっと偉い人とか、そういう立場が上の人と関わる機会が多いんですね。それは仕事でもプライベートでも恋愛だけに限らずなんですけど、でそのエネルギーが一番強いんです。なので恋愛って見た時にまた出てきた上司みたいな感じがあって、キングっていうのが出てきて、なのでおそらくこの時期に出会いやすい人、最も関わりやすい人っていうのはやっぱりそういう上司だったりとか親だったりとか目上の人とか立場が上の人と関わりやすいんだと思うんですね。なのでもっと大下さんは友達みたいな感覚で癒し合うとか愛し合うとかっていう感覚での出会いを求めているんだけれども、現実的には仕事を通しての出会いっていうのが一番強くなってしまい、そういう仕事を頑張ってる人、もしくはプライベートでもし本当に婚活行ったりとか出会いの場を求めていったとしても、やっぱり仕事を頑張ってる男性を引き寄せてしまう、もしくは仕事を頑張ってる女性を引き寄せてしまうみたいな感じがあります。そしてあれって私恋愛したかったはずなのに仕事の話してるみたいな感じになりそうってことですね。もしくはやっぱり出会うのは出会うんだけれども、相手の方が恋愛だけを求めてるわけじゃないっていうのかな。やっぱり自分の人生とか自分の生き方とか仕事っていうのを大事にしてるから、なんかまるで自分だけを大事にしてもらえないかのような感じがするっていうところで、バランスですよね。人ってみんな生きていくために働かなければいけないとか、こうしなければいけないという状況の中でも恋愛も欲しいんだっていう思いがあったとしても、恋愛だけにエネルギーを注げないから、そういう全体を見た時に出会うような人、この2月までに出会う可能性はあるっちゃあるんですけど、出会う人っていうのはどうしても仕事メインの人と出会いやすく、そっちの方にエネルギーが引っ張られやすいと。そして大志田さんがもしじゃあこの人を愛したいなとか、もっとこの人と仲良くなりたいなと思っても、どうしてもそういうとキビキビとしたエネルギーになりやすかったり、自分も恋愛よりも仕事のことを頑張ろうみたいな感じになりやすいっていう感じで出てます。で結果的にはもう今恋愛どころじゃないみたいな感じで、自分の中の何かなんとか絶対最初にね期待してるような、ここから長く続けられる本当にパートナーっていう人を求めたいっていうその純粋な気持ちっていうのが、なんか今それどころじゃないから置いとくっていう感じになりそうだなっていうふうに出ています。なのでそうね、ちょっと対策見てみようかな。対策こっちにしよう。ただね、そうは言ってもラブラブとか感情的に柔らかいあったかいみたいな感じじゃなかったとしても、それ後々そうなる可能性があるので、関係性っていうのは相手のいいところを見ていってほしいなとは思いますよ。そして今言われているのはなんか例えばすごく優しいんだけどナイーブすぎるみたいな男性とか女性ではなく、すごくしっかりしてる人なんですよね、この時期出てきやすいのは。ということは、もっと時間をかけてゆっくりと知り合っていけばこれが愛情に変わってくるとか優しさに変わってくるっていうのもあります。
ここでペンタクスっていうのが出てるのね。でお月さんが出てきました。なのでここからどうなるのかなっていうその心配事っていうのはちょっとさておき、その自分がどういった関係を作っていきたいかっていうことを自分の中ではっきりさせておいてくださいね。また出ましたね、ペンタクルスのプリンセスということで、これはペンタクルスのページみたいなもんですけど、何か大事なものを大事にしていきたいんで、この感覚を一緒に共有できる人が欲しいんだって感じで、それはできそうなんだけど本当にこの人だったわって気づくのがだいぶ後って感じがするので、それに気づくまでの間はなんかこの人違うとか、なんかこう自分が愛情を注ぐだけの人じゃないみたいな、自分ばっかりが頑張ってしまうみたいな感じになるかもしれません。どうでしょうか。やっぱりね、チャンスは今もこうそうですけど、こういったリーディングを聞いた後に、そうか、じゃあそう気をつけようとかこうしようってなったらすぐ変わります、こういうのは。なのでじゃあもうこれ長い時間をかけてね、そのいい良さを知っていくなら、とにかく今はいろんな人と会えたらいいかぐらいの感じでいくと、ものすごいチャンスあるよっていうふうに言われてるんですね。これカップの9、思わぬご褒美とか思わぬ喜びっていうのがあるよって。でもまだ私から見ると逆位置だったんですよね。だからそれが必ず入ってくるというよりも、その一回自分が諦めたりとか、いいやってなってからその価値に気づくようなので、最初に出会った時っていうのは全然恋愛対象じゃないんだと思います、この人は。むしろないわっていう感じの人だと思うんですけど、でもそれが後々いいとこあるじゃんとか、なんか信頼できるなってことで徐々に積み上げられていくっていう感じがするので、しっかりした人と出会うんだなって思っておいてください。そしてなおかつその人と関わることによって自分の中の何かこだわりを1個捨てるんだなと思ってくださいね。この人だったらもう気にしなくていいやみたいな感じで、こう自分の中の恐れを、こうでなければならないっていう恐れを手放せるのかもしれないし、相手にどう思われようと私はこれが大事なんです、こうしたいんですって思いをしっかりと持っていれば、相手もそれに共感してくれるっていう感じがしました。最後にもう一枚ね、オラクルカード引かせてください。お星座さんの恋愛メッセージ。はい、どうでしょう、このカードが出ましたけど、何か感じることがあればね、皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってほしいんですが、お友達の助けを得てくださいっていう感じで言われてますね。ご自身だけの判断だったらどうしてもこう、いやちょっと違うかなとか、ないみたいな感じになりそうですけど、お友達の紹介であれば、この人ってこういうとこあるよとか、すごくいい風に一緒に友達と仲良くなっていきながら相手のいいところをいっぱい見つけていけるって感じがしますね。なのでぜひ友達に紹介を頼むとか、一緒に飲みに行こうとか遊びに行こうみたいな感じでやっていかれるといいのかなと思いました。仕事のモードになりそうだったけど、ちょっとそれ置いといてって感じですね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。ラブメッセージのこの単独動画に関してはまた、次回3月以降になると思うんですけど、全体のね運勢の中でもまた恋愛や喜びっていうのも見ていきますので、楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。